今回ご紹介するお庭はこちらです。芝生面積約45平方メートル、芝生歴5年のシュルト昭彦さんです。では早速このお庭をきれいになるようアドバイスをしていきたいと思います。そこで今回のメニューは、まずお庭の状態を確認させていただき、そしてお手入れの内容やスケジュールを決め、それに沿った実際の作業をじっくりと見ていただきます。そして最後には芝生がその後どのように変わっていくのかをお伝えしますので、お手入れと芝生の成長との関係を楽しんで見ていただければと思います。では早速お庭をチェックしていきます。見ていただいた通り、かなり残念な状態で半分近く枯れています。というのも、この枯れの原因は実は除草剤なんです。しかも芝生用ではない除草剤を使用したため、このように広範囲で枯れてしまいました。7月でも枯れた状態が続いていますので、根までしっかりと枯れていると思われます。ただ除草剤の影響をそれほど受けていない部分もあり、順調とまでは言えませんが、大きく枯れることなく育っていますので、この部分の復活が期待できそうです。ではこれらの状態を見た上で決めさせていただいた復活計画は、まずこの除草剤で枯れた部分とそれ以外を別々に考え、ひどい部分に関しては7月からでは復活が難しいと判断させていただき、暑い夏というリスクも分かった上で思い切って張り替えをすることにしました。そしてそれ以外の部分はまだまだ復活の可能性があると見込んで、7月、9月、11月の3回の土壌改良とこまめな芝刈りを基準に来シーズンの完成に向けて予定を組みました。ですのでこのお庭は大きく分けて張り替えの部分と土壌改良の部分2つに分けてお手入れを進めていきます。ではここからはそれぞれの作業や芝生の生育状態を見ていただきます。まずは張り替え部分からお手入れをしていきますので、今の枯れた芝生を剥がします。剥がす面積は約16平方メートルです。張り替える範囲をある程度先に決めて、カッターで剥がしやすいように切れ目を入れますが、芝生を切ることって意外と大変なんです。思うように進んでくれませんので、そこでいろいろと早い方法はないかと昭仁さんなりに考えた結果、なんとこのセイバソーというね、電動カッターに行き着きました。もちろんね、この道具は芝生をカットする道具ではないんですが、この道具は本当に大正解でした。どんどん芝生をカットしていきますので、あっという間に切れ目を入れることができました。見た目では切れているようにはね、全然見えないんですが、実はしっかりと切れています。ここまで来ればね、どんどん芝生を剥がしていくだけでとてもね、簡単そうに思えるんですが、作業時期は7月半ばと真夏なんです。しかも根もしっかりと張っていて、土もたくさん抱えた状態で一緒に剥がれてきますので、かなりの重労働のはずなんです。ですが昭仁さんは学生時代ラグビーをされていて、ご自身でもパワーと持久力が普通の人の1兆倍はあるとおっしゃっていましたので、芝生を剥がすことは朝飯前だったのかもしれません。では枯れた芝生を剥がし終わりましたので、次はいよいよ一番大切な土作りをしていきます。土作りのメニューは1番耕す、2番土壌改良資材を投入、3番もう一度耕す、4番水やり、5番転圧、そしてそこから 1,2 週間ほど寝かせて土作りは完了となります。それでは耕していきます。そこで使うのは手押し式の耕運機です。どこかで見たことはあるかもわかりませんが、実は僕が土作りをした時に使っていたもので、さすがにこの広い面積を真夏に手作業掘り返すのはね、すごく大変ということで、家で眠っている耕運機を送らせていただきました。まためったに使うこともありませんので、レンタルしたい方はご連絡いただければお貸しいたします。そしてなんとここでスーパーサプライズです。いつも土作りでお世話になっている微生物資材カルス NCR 販売会社のリサールコーサンさんから隼人課長が助っ人で来てくれることになりました。今回土作りをするので、この企画に対してカルス NCR を提供していただくだけでもね、ありがたいのですが、それに加えて撮影や作業のお手伝いまでしていただけるということで、昭仁さん一人ではね、少し心配がありましたので、これほど心強いことはありませんでした。
そこで今回使用する資材はカルス NCR2.5kg、もみ殻 12kg、米ぬか 5kg、硫黄 800g です。この割合で土作りをします。ではまずはもみ殻 12kg と米ぬか 5kg を投入します。どちらも微生物の餌として使用しますが、硬いもみ殻は長い期間少しずつ分解され続けますので、それに伴って長期間の土壌改良が期待でき、逆に米ぬかはすぐに分解されますので、微生物の立ち上がりを良くするためを目的として投入します。これで微生物が活動するために必要な有機物が揃いましたので、微生物資材のカルス NCR を 2.5kg 投入しました。粉状ですので、風の強い日や低い位置からの散布を心がけてください。では巻き終わりましたので、次は一旦耕していきます。ここで先ほどの映像からもお気づきかも分かりませんが、地表10センチほどしか耕運機で耕せておりません。実はその下はカチカチで耕せませんでした。ですので、ここでは隼人さんがスコップを使って一旦掘り返す作戦に切り替えます。少しね、手間は増えますが、芝生を張ってからでは遅く、このタイミングでしかできない作業になりますので、妥協せずに少しでも深くまで耕します。その甲斐もあって見ていただいた通り、先ほどとは全然違い、しっかりと耕すことができ、おそらく25センチ以上は深く耕せたと思いますので、根も張りやすく、よりたくさん土壌改良が期待できそうです。そして次は張り替えない部分で出た芝生のカリカスもね、一緒に微生物の餌として投入します。芝生の葉は有機物としてすごく硬いと言われていますが、それでもね、カルスはしっかりと分解してくれて、また緑のカリカスには芝生に必要な窒素や珪酸なども含まれているため、捨てるにはね、すごくもったいないです。この機会にね、しっかりと活用したいと思います。そして次は窒素の硫黄を撒いていきます。これは芝生の栄養として撒くのではなく、カルスが有機物を分解するときに窒素が必要になりますので、そのために撒いていきます。ここでは有機物の量に合わせた窒素を入れてください。これで土作りとしての資材は全て入れましたので、あとはしっかりと耕していきます。ではね、もう一度投入した内容を確認します。もみ殻 12kg、米ぬか 5kg、芝生のカリカス、硫黄 800g、カルス NCR2.5kg です。今回はね、これだけを使って土作りをしました。これで芝張り後、成長がね、どのように変わっていくのかもすごく楽しみです。では、耕し終わりました。最後は水をまくことでカルスが活動を開始し、転圧作業と合わせて 1,2 週間ほど土を寝かし、微生物たちの活動が活発になるのを待ちます。転圧作業も手作業になりますので、当然完璧に平らにはできませんが、ある程度平らにしておけば芝張り後から目土などで少しずつ修正もできますので、できる範囲で平らにしました。これで土作りは全て完了になります。では次はいよいよ芝張りです。今回はすごく難しいとされる真夏の芝張りということで、いろいろなリスクもある中で、まずは新鮮な芝生を探すことから始めました。するとね、奇跡的にご近所に芝生農家さんがあり、事前に問い合わせたところ、注文すればすぐに用意していただけることが分かりました。真夏はホームセンターでは芝生は売っていませんので、すごくラッキーでした。ではね、土作りから約2週間経ち、新鮮な芝生もゲットできましたので、今からは一番楽しい芝張りを行います。基本的には好きなように芝生を並べていただいて大丈夫で、ある程度の凸凹も、これもまた一つの DIY の味としてね、今後少しずつ修正していけばいいのですが、やはり真夏の芝張りのリスクとして、並べ終わった後の目土入れや水管理だけは少しだけアドバイスをさせていただきました。そして今回は少しでも早く緑一面に仕上げたかったというのもあって、目地を開けずにベタ張りという張り方で芝生を張りました。いくら詰め詰めに芝生を張っても、やはり土の厚みや地面の凸凹も関係して、少しですがどうしても隙間が空いてしまいます。そういう部分にはしっかりと目土を入れないとすぐに水不足で枯れてしまいますので、水切れにならないように目土を入れます。
これだけ新鮮な芝生を使用することができましたので、よほどのことがない限り1枚丸々枯れることはないと思いますが、念のためにネジをメインに全体的に目土を入れ、水不足にならないように注意して芝生の張り替え作業は完了としました。あとは定期的に転圧や水やり、そして重要な芝刈りを行い、土作りをした芝生が今シーズンどこまで綺麗に仕上げることができるのか楽しみに育てていきたいと思います。ではここからは張り替え以外の部分の作業をしていきます。何度も言いますが、7月半ばでこの状態ではとても順調に育っているとは言えません。ですので土壌改良と芝刈りをメインに今シーズン残り2ヶ月ほど綺麗になるようにギリギリまで粘りたいと思います。では土壌改良のメニューです。1番スパイク、2番ブレンドカルス、3番目土、4番肥料、5番水やりです。ではスパイクから行います。このスパイクは芝生に穴を開け、根に空気を届けることはもちろんですが、土壌改良の前に行うスパイクにはもう一つ理由があります。それはこの後に散布する土壌改良資材を土の中に入れるためでもあります。地表からよりも少しでも土の中から土壌改良することで、より早く育ちやすい環境に変わってくれますので、ここではできるだけたくさんの穴を開けます。スパイクでたくさんの穴を開けたからといって芝生に大きなダメージがあるわけでもありませんので、体力の続く限りたくさん歩き回ってください。ではね、お手本となるような理想的なスパイクが終わりましたので、次は土壌改良資材を使った特製のブレンドカルスを作り、それを散布していきます。まず目土を 10kg ほど用意します。この時は目土でもメスナでもどちらでも構いません。またあまり目土を使いたくない方は半分の量でも問題ありませんので、自分に合った巻きやすい量を使ってください。そして次は米ぬかです。この米ぬかは先ほどの張り替え部分の土作りと同じで、微生物が活動するための立ち上がりを良くする効果があります。精米所なので無料でゲットできますので、可能であれば使うようにしてください。そして次はカルスが有機物を分解するときに必要な硫酸です。これも必ず必要になり、時期によっては芝生が窒素不足になることも実際にありますので、決められた量を使用するようにしてください。そして最後はメインとなる微生物資材のカルス NCR を入れてしっかりと混ぜ合わせれば、特製のブレンドカルスの完成です。ではブレンドカルスを均等に散布していきます。できるだけ均等に巻いていただきたいので、簡単な散布機でもいいので使うようにしてください。またブレンドカルスの作り方はリザール鉱産ホームページに載っていますので、そちらを参考にしてください。概要欄にも貼っておきます。では一通り作業も終わりましたので、記念すべき1回目のお手入れは全て完了いたしました。作業が終わった時期はまだ8月の初めで、暑い日が続くため油断はできませんが、今シーズンギリギリまで粘って来シーズンにつなげたいと思います。ではここからは約2ヶ月間の成長記録を見ていただきます。まずはお手入れ2週間後です。土壌改良した部分を見ていきます。除草剤で枯れた部分はまだ少し残っていますが、8月の伸び盛りや元々の芝生の調子が悪くなかったということもあり、早速緑が増えています。そしてそこからさらに1週間経過した3週間後です。この1週間でかなり成長が進んだように見えます。除草剤で枯れた部分もほとんどわからなくなっています。まだ若干ムラはありますが、成長スピードは十分ありますので、それに合わせて芝刈りをするだけです。このままいけばおそらく今シーズンは綺麗な状態に仕上げることができるのではと期待しています。またこのタイミングで張り替えエリアの芝張りが終わりましたので、次からは芝張り後の様子も一緒に見ていきます。そして作業開始から約1ヶ月が経ちました。8月20日頃の様子です。1ヶ月前にはあれだけ枯れていたとは思えないほど綺麗になり、週1回の芝刈りでも追いつかないほど十分な成長スピードもあり、真夏に合う芝生になってきました。ブレンドカルスを使った土壌改良はとても順調に進んでいます。そして張り替えた部分は気温の高い真夏ですが、なんとか枯れずに耐えています。まだ1週間ほどですので、それほど変化はありませんが、とにかく水不足には注意しながら、できるだけ朝に水やりをしていただくようにお伝えをしました。そして少し飛ばして1ヶ月半後です。なんとここまで綺麗になってくれました。
最初と比べると土壌改良をした部分はほぼ完成したと言ってもいいぐらい綺麗に仕上がっています。芝刈りも気持ちのいいぐらいたくさん枯れて、このまま順調に育ってくれれば来シーズンはすごくいいスタートが期待できそうです。そして張り替えた芝生は1ヶ月ほど経ちました。芝生のマットに少しムラはありますが、なんとか枯れずに1ヶ月育ってくれました。芝生の張り替えも難しいのに、真夏の一番厳しい状態での張り替えでしたので、かなり不安はありましたが、うまくいったポイントはやはり新鮮な芝生を購入することができて、さらに目土も必要な分はたっぷりと使い、水不足にならないように水管理をしたことが、ここまで頑張って育ってくれた要因ではないのかなと思います。もし同じように夏に芝張りをされる方はぜひ参考にしてみてください。それとまだ葉がそれほど伸びていない部分はありますが、もうそろそろ芝刈りができそうな場所も増えてきましたので、次の作業からは早速芝刈りをしたいと思います。そして2ヶ月です。日付は9月11日と作業開始から2ヶ月弱ですが、想像以上にしっかりと育ってくれました。少し予断すると伸びすぎてしまうほど調子が良く、密度も上がってきました。そして芝張り後初の芝刈りもしました。芝刈りをするとまだまだ生え揃っていない部分が少し目立ちますが、芝刈りをすることでその部分も埋まってくれますので、9月半ばを過ぎましたが、今シーズンどこまで綺麗に生え揃えさせることができるのか、ギリギリまで粘りたいと思います。あくまでも目標は来シーズンの盆明け頃の完成ですので、休眠までの残りわずかな期間でも来シーズンにいいスタートが切れるように準備をしていきます。というわけでお手入れ開始から2ヶ月間を見ていただきましたが、今のところ順調に育っています。7月の夏真っ只中からスタートし、難しいとされる夏の芝張りや水管理などもなんとかうまく切り抜けて、途中にはビッグサプライズもあったりと、すごく楽しい2ヶ月間でした。今シーズンもまだ諦めたわけではないですが、可能な限りギリギリまでお手入れをして来年の春からにつなげたいと思います。ただ少しこの続きを触りだけお伝えすると、実は急に芝生の調子が悪くなりました。なかなか思うように順調に育ってくれないのもまた楽しみの一つかもしれませんので、調子の悪くなった芝生が今後どのように育っていくのかもお楽しみにしていてください。続きは次回のオンラインアドバイスシリーズでお伝えしますので、楽しみにお待ちください。それでは最後まで見ていただきご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。